こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、ご飯のナゴを使って巨大お寿司を作りました。ずっしりあります、重さが。そうか。まずは卵5個で卵焼きを作ります。はい、美味しそうですね。酢飯を作ります。ご飯は今回7合使います。固めに炊いたお米に分量通り調味料を入れて混ぜます。すし酢は少しずつ入れて調節しながら入れた方がいいと思います。シャリを握ります。今回ちょっと大きいのでラップで握りました。冷凍前のご飯みたいですよね。シャリを並べてネタを乗せておきます。大トロです。お肉みたい。マグロです。軍艦には海苔を巻きます。ウニです。イクラです。ちょっとイクラが足りなくて寂しい感じになりましたね。まあ問題ないです。ネギトロです。あとはさっき作った卵焼きを1個丸々添えます。マグロとイクラと大トロ、こちらウニですね。卵5個分の卵焼きとネギトロがあります。なかなか美味しそうです。一度ね、こういう大きいお寿司を食べてみたかったんですよね。じゃあ早速いただきます。お醤油はね、今回海鮮丼のタレを使っています。はい、こちら大トロです。普通に美味しいです。大トロに脂が乗っとってめっちゃいいですね。やっぱ私お寿司は一番大トロが好きです。酢飯もね、甘くてすごく美味しいです。私実はね、寿司酢じゃない酢で初めて酢飯作りました。こっからはね、お茶とかお味噌汁が飲めなくなっちゃうのでお箸で食べます。お味噌汁は今回も1リットルです。卵焼きが地味に美味しそう。最高。程よい甘さで最高です。お寿司の卵焼きって美味しいですよね。で、次は大好きなウニです。普通サイズになりましたね。とろけますね。このウニの甘みとね、独特な味が最高ですね。海の香りがすごくいいです。ウニ美味しい。で、ネギトロいきます。ご飯にね、このふわっとネギトロが合わさってとっても美味しいです。じゃあ次はマグロです。ウニもこうやって見せればよかった。普通サイズかな。脂はトロに比べれば乗ってないんですけど、トロとは違う歯ごたえでマグロもいいですね。じゃあ次はイクラです。ちょっと軍艦食べるたびにぐっちゃぐちゃになっていきます海苔がね、いい感じに切れないんですよね。噛むとね、イクラがプチッと弾けて、それをご飯と合わさってイクラも美味しいですよね。イクラのさ、中のやつはなんかちょっとしょっぱいけど、これはさ、もともとしょっぱいんですかね、それとも味付けてるんですかね。私のちょっとここ最近の疑問です。酢飯は美味しい。ウニは最高ですね。こんなたっぷりの上で贅沢すぎですね。わさびがあったの忘れてました。程よいわさびはいいですね。もうこの軍艦の海苔は邪魔でしかないんですね一口サイズだからいいんですよね、海苔ってね。実はですね、今日の撮影時刻が今6時半なんですけど、だからこれ作ってる時も早朝の5時とかだったんですよね。いや、そうね、卵焼きとか焼きながら同棲中の彼氏のお弁当を作る彼女みたいだなーなんて思いながら作ってました。今出来上がったものは可愛くもなんともない巨大なお寿司なんですけどね。はい、私がいつか誰かにお弁当を作ることあるんでしょうかで、最後の一口いただきます。完食です。
ごちそうさまでした。巨大お寿司とっても美味しかったです。いや、やっぱりね、普段はやっぱり普段はね、ちっちゃいお寿司をサイズ食べられるっていうのはいいもんですね。お寿司って大体外食じゃないですか。で、高いじゃないですか。で、自分で作ればね、安く済むのもいいですね。私が一番好きなネタは大トロですね。巨大なお寿司がお腹いっぱい食べられて幸せでした。すごい楽しくって結構簡単なので、皆さんもぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。